私が今車を走らせている場所、もともとは遊園地がありました。ジャングルみたいになってますが、嘘ではありません。ここにあったのは1961年に開園した奈良ドリームランドという遊園地。なんとディズニーランドを模倣し、日本版ディズニーランドを自称するも、あまりのクオリティの低さにウォルト・ディズニーがブチ切れた遊園地なのです。この一件のせいで東京ディズニーランドの誘致もかなり苦労することになったようです。これだけ聞くとめちゃくちゃな遊園地に感じます。しかし県を代表する遊園地として40年以上も君臨し続け、県民に愛された遊園地でもありました。今回はそんな奈良ドリームランドの過去から現在、今後までを取り上げます。大松のどこでも探検隊では今後も皆さんに楽しんでいただける動画をたくさん作成しますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで、私は奈良県奈良市にやってきました。奈良ドリームランドの跡地は市街地から少し外れた場所にあるので、そこまで向かいます。場所はここ、奈良市の北部に位置しており、もともとは今でいう航空自衛隊の基地として使われていた土地でした。市街地から外れているとはいえ、奈良の中心部にあり、鹿がわんさかいることで有名な奈良公園から車で10分ほど、奈良駅から直線距離で 2km ほどのため言うほど離れていません。市街地から外れて普通の住宅街を進んでいくと、奈良ドリームランドの跡地に到着します。この両サイド草もりもりの場所に遊園地があったなんてなかなか想像がつきません。2024年9月現在、遊園地の痕跡はほぼなくなってしまっていますが、意外にも解体が終わったのは2019年。割と最近まで閉園したままの姿で放置されていたのです。ではまずこの場所に遊園地ができて閉園に至るまでをお伝えしていきます。日本ドリーム観光という会社の代表、松尾邦蔵が1958年にアメリカのディズニーランドに訪れた際に感動したというところから、松尾邦蔵は歌舞伎役者でありながら実業家、芸能プロモーターという側面を持ち、昭和の日本において様々なジャンルで活躍した昭和の教皇師や芸能界の黒い太陽の異名を持った人物でした。異名に関して私にはちょっと何言ってるかわかりませんが、とりあえずかなり活躍した人ってことだけ伝わればいいです。それだけ日本において影響力、権力を持っていた人物だったこともあってか、直接ウォルト・ディズニーに会って日本にディズニーランドを誘致しようとします。似たような申し出をたくさん受けていたディズニーは、その時が来たら力になると軽く回答。1958年は日本が戦争に負けてから13年だったこともあり、日本に凝りに凝ったディズニーランドを作れるはずがないと舐められていたとも噂されています。しかし松尾邦蔵は、やったぜ、力になってくれるってよとポジティブに受け取ったのか、はたまた諦めきれなかったのか、本気度を示すために1ヶ月後には技術者を連れて再びディズニーの元に訪れます。そして早速ディズニーランドの測量に取り掛かったようです。その後、奈良の土地に早速奈良ドリームランドの建設がスタートしました。ちなみに松尾邦蔵の行動に熱意を打たれたウォルト・ディズニーは、ディズニーランドのノウハウを無償で与え、建設時にディズニーランド側から技術者を派遣させるほど協力してくれました。そして1961年、ディズニーランドを模倣した奈良ドリームランドが開園したのでした。ディズニーランドに感動してから3年後に実際に遊園地を開園させるってとんでもないスピード感と行動力です。
開園に先立って新聞広告には、世界的に有名な遊園地の米国ディズニーランドを手本にして、日本的施設を加味したディズニーランドの日本版である今までにない大規模な遊園地というキャッチコピーが記されていたようです。これは原文ではなく、私の方である程度今っぽい文章に直しています。未来の国、幻想の国、冒険の国、過去の国、メインストリートなど、ディズニーランドに倣ってたくさんのエリアが作られ、本格的な鉄道やモノレール、潜水艦のアトラクションなど、当時としては先進的なアトラクションばかりのテーマパークになりました。中でもモノレールは鉄道ファンを中心に注目を集めたようです。個人的には潜水艦のアトラクションに乗ってみたいですね。あと、眠れる森の美女の城をモチーフにしたお城が中央にそびえ立っていました。めちゃくちゃディズニーっぽいですね。2024年9月現在、私はディズニーランドに行ったことがないので、あんまピンとこないんですけども。しかし、ディズニー側の無償のノウハウ提供と技術者の派遣は日本にディズニーランドを作るという目的ではなく、あくまでも日本人が日本に独自の遊園地を作ることに協力するという目的でした。なのでディズニーからするとディズニーのパクリ遊園地を無許可で作られたということ。ただディズニーっぽい遊園地を作った以上は、奈良ドリームランド側はどうしてもディズニーランドを名乗りたく、ディズニー側と交渉に臨みましたが、首を縦に振ってくれませんでした。ディズニー社によってデザイン・設計を監修した遊園地のみがディズニーランドを名乗ることができ、今回の奈良ドリームランドのように、ノウハウの提供、技術協力のみで作られた遊園地では、ディズニーランドを名乗ることはできなかったのです。もちろんキャラクターにミッキーなどは使えないので、独自のキャラクターが生み出されていました。ノーコメントでいきます。あと、さっき紹介した眠れる森の美女をモチーフにしたお城。クオリティ低すぎないか？バカにしてんのかって？おっしゃる通りです。費用面でも技術面でも当時の日本では本場ディズニーランドを真似するのは無理がありました。後に奈良ドリームランドの写真を見たウォルト・ディズニーはディズニーを模倣していること、クオリティの低さに激怒したようです。ディズニー側としてはディズニーを模倣した遊園地建設に許可もしてないし、模倣したくせにクオリティが低すぎるし、勝手に日本版ディズニーランドを名乗られるでたまったもんじゃありません。ちなみに奈良ドリームランド側はディズニーとフランチャイズ契約交渉にはこぎつけたが、契約料で折り合わず破談になったとコメントを残しています。このコメントが嘘かどうかは神のみぞ知るですが、先ほどお伝えしたディズニーランドと名乗れる条件にそもそも合致していないですし、クオリティが低いパクリ遊園地にディズニーが許可を出すと思えないので、まあそういうことでしょう。この一件は東京ディズニーランドの誘致への大きな障害になり、当初は門前払いされていたそうです。粘り強い交渉が功を奏して開園までこぎつけることができたのはすごいですね。世界にあるディズニーランドの中で日本だけが唯一ディズニーとライセンス契約を結ぶ形で運営されており、ディズニーと1ミリも資本関係がありません。この契約になったのも奈良ドリームランドのせいと言われています。成功して本当に良かったと思います。いろいろとめちゃくちゃな遊園地ですが、開園から多くの人で賑わい、奈良県を代表する遊園地になりました。本場アメリカのディズニーと比べるとクオリティが低かったものの、日本の遊園地の中ではかなり先進的なアトラクションばかりだったからです。ピークは1970年代で、年間150万から160万人ほどが訪れる遊園地になりました。しかし費用がなかったのか、運営が怠慢だったのか、遊園地経営のノウハウがなかったのかは知りませんが、あまりリニューアルされることはありませんでした。結果的に行われた大きなリニューアルは、
プールの新設と木造ジェットコースターの新設くらい。途中で運営会社がダイエーに吸収合併されるなどしましたが、1983年に本家ディズニーランドの東京ディズニーランドがオープン。全然アトラクションが更新されない奈良ドリームランドは、時代が追いついてどこにでもある波の遊園地になってしまいました。もはや奈良ドリームランドの存在価値はなくなってしまったと言えます。その後2001年には大阪に USJ がオープン。来客数の減少が続き、2006年に閉園してしまいました。末期は売店や飲食店が並んでいたメインストリートの約半分のお店が閉鎖されたり、来園無料チケットを配りまくるなど、誰が見ても経営が厳しいのは明らかだったようです。閉園の1年前の2005年、大英の経営が厳しく、奈良の不動産会社に譲渡されているのですが、この奈良の不動産会社はちゃんと経営する気があったのか疑問に思います。なんせ1年で閉園してるわけですからね。話は変わりますが、私の X のフォロワーさんの中に奈良ドリームランドでキャストとして働いていた方がいらっしゃいました。私が奈良ドリームランドに訪れた画像を X にアップしたところ、思い出を熱く語ってくださいました。どれだけ遊園地に問題があろうと、奈良県民中心に愛された遊園地だということは変わりません。遊園地に訪れた人の思い出までは否定しないようにしたいなと思いました。ちなみに閉園後は長らく廃墟のまま放置。紆余曲折あって2015年に SK ハウジングという大阪市の不動産会社へ売却されました。火葬場の移転が検討されるも頓挫、借地料の裁判、固定資産税滞納による差し押さえ、購買の不成立など様々なことがありました。そして2016年、閉園から10年経ってようやく遊具や建物の解体がスタートしました。そもそも遊具や建物を解体しないと何も建てられませんが、解体に至った一番の要因は不法侵入者がかなり多かったということ。不法侵入者による廃墟の画像や動画が出回り、日本だけでなく外国にもその存在が知れ渡りました。まあ良くも悪くもです。立ち入り禁止の看板や札も多く設置されていましたが、それでも効果がなかったようです。YouTube やネットで調べると、不法侵入であろう動画やブログの記事がたくさん出てきますが、さすがにそういった画像や動画を使用すると、不法侵入を容認してしまうことになると思うので、この動画では使っていません。気になる方はぜひご自身でお調べください。約30万平方メートルというクソデカ跡地の利用は今も謎のままです。SK ハウジングが落札したのが2015年で、そこからももう10年ほど経つわけですが、建物が解体されただけで放置されています。ドリームランドの敷地内に作業車が何台か見えたので、何かしらの作業は行われているっぽいですが謎です。奈良ドリームランド跡地は市街化調整区域、風致地区、古都保存法が適用されており、だいぶ厳しい規制がなされています。簡単に言うと、公共性が高いと認められた施設しか建てられないんですよね。特にマンションや商業施設などの収益性の高い建物は建てることができません。何をする目的で購入したんでしょうか。2週間に1回くらいのペースで奈良ドリームランドの駐車場跡地が予約制駐車場として使われているようですが、そのくらいにしか活用されていません。こちらがかつてのメインゲートにつながる入り口。厳重にバリケードが張られており、絶対に入ることはできません。というかもう建物は解体されているので、入ったところで楽しくないでしょう。さて閉園から20年弱が経った今でも奈良ドリームランドの名残は少し残っています。
まずはこの入り口横にある看板。動画では分かりにくいかもしれませんが、うっすらと奈良ドリームランドの文字が残っています。入り口横には小道があり、そこを進むと少しだけ内部を見ることができます。奈良ドリームランド時代に使われていたトンネルが残っているようです。このトンネルを抜けると遊園地だったようです。他にもところどころこういったコンクリートの橋などが残っています。そして入り口横にある何の変哲もないただのローソン。実はローソン奈良ドリームランド店ということで、閉園後も名前を変えず営業されています。今となっては唯一の奈良ドリームランドという名前が残るものなので、どうかこのまま営業を続けてほしいなと思います。近くの奈良交通のバス停も閉園後10年ほどはドリームランド前という名前でしたが、変わってしまいました。自分が子供の頃に閉園してしまった遊園地ではありましたが、動画を作りながら行きたかったなぁと思ってました。廃墟のまま放置されていたのも知っていましたが、なぜ見に行かなかったんだ自分と自分にムカつきました。不法侵入とかじゃなくて、あくまでも外から眺めたかったというお話です。ということで今回の動画は以上です。この動画がいいと思った方は、ぜひチャンネル登録や高評価をいただけたらと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。